こんにちは、グリプトです。本日も仮想通貨、ブロックチェーン界隈のグッドファンダからバッドファンダ、チャットなどをまとめて見ていきたいと思います。まず ETF 関連から見ていきますと、先週の仮想通貨投資商品全般、ETP のフローが出てまして、全体でプラス 4.36 億ドルほどの流入を記録しています。ここ最近では2週連続マイナスとなってますが、今回はプラスとなってますね。ただ毎回お伝えしている通り、イーサ単独で弱くなってまして、週間でもマイナスを記録しています。でまたイーサはオンチェーンの方でも、バリデータの収益が未だ減少傾向となってまして、今年5月、2月以来の水準に戻っていることも注目されています。値としては、今年ピーク時の3月ではですね、1日のステーカー報酬が840万ドルを記録してますが、現在では556万ドル相当となっています。連日の財団、運営側のネガティブなファンドもそうですけども、チェーン自体の活動が一時と比べると落ち着いているといった状況ですね。また昨日の米国の ETF のフローは先週から変わってまた閑散とした状況となっています。現時点では全体で若干のマイナスを記録してますね。イーサの方も全体でマイナスとなっています。一方香港はいつも通りビットコインイーサともにゼロとなってますね。ビットコインの価格は現在57,900ドルあたりを推移しております。まず指標に行く前にですね、日本時間16日の午前2時半頃にトランプ氏の暗殺未遂事件が再度起こったことが話題になりました。トランプ氏は無事で、容疑者も拘束されてはいるんですけども、この影響で市場全体が一時的に落ちた形となりました。そして同日、米市場が開けた9時半頃ですね、米ニューヨーク連銀製造業景気指数9月が発表されまして、予想マイナス 4.0 に対して結果が 11.5 と、前回のマイナス 4.7 からも大幅に回復した結果となりまして、米ドル高要因となっています。ドル円は昨日139円台をつけて、未だ円高傾向となっているのが話題になりましたが、この影響から一時141円台まで戻してますね。ただ、米10年債の金利に関しては、連日の FRB の利下げ期待からそれほど上がってない展開となっています。日本市場は3連休明けのスタートとなってますね。米国債金利は 3.623 を推移しておりまして、ナスダックが 19,423、S&P500 が 5,637、ダウ平均が 41,622、キンゴールドが 2,582 ドル、日経平均が 36,422 円、ドル円が 140.70 円となっております。個別株の方では、マイクロストラテジーがビットコインの買い増しと債務買い戻しのために、シニア転換社債をさらに7億ドルほど発行すると発表したことが話題になっています。先日10億ドル相当のビットコインを買い増ししたことでも話題になりましたけども、さらに積み立て予定となってますね。ただマイクロストラテジーの株価は市場全体、また先日からの調整も相まってマイナス 4.91% を記録しています。ビットコインの先物の方では OI は全体でマイナス 0.57%、額としては306億ドル相当、比率としては全体ではショートが 53.0%、マイナス目はロングが 65.8% と下寄りになっています。今後の指標としては9月17日に米小売、ドイツユーロの景況感指数、9月18日に ACPI、PPI、9月19日の午前3時あたりに FOMC、その後夜に米経常収支、米フィラデルフィア連銀景況指数、英国トルコの中銀政策金利などが控えております。他アナリストの見解ではですね、0.50% の利下げ期待がビットコインや DeFi 市場の追い風になるとか、ビットコインの停滞と金の上昇から市場はまだリスクオフに傾いているというですね、ビットワイズ、ビットフィネックス、バーンスタインらの見解が注目されてますね。市場全体では19日に控えた FOMC の利下げ幅が注目されてまして、0.50% の利下げが以前にも増して期待されている状態なのかなと思うんですけども、ここまで前振りがあると、たとえ 0.50% だったとしてもですね、事実売りの展開になってしまうんじゃないかなと。でまた 0.25% だった時は、さらに下への圧力が強まりそうだなと、個人的には思いましたね。またトランプ氏の暗殺懸念も、これだけ短期間にあると、たとえ選挙で勝ったとしても、不安が残ってしまうなと思います。これから取り上げる仮想通貨市場単体のファンドもですね、トランプ就任後、懸念されているようなものも出てますんで、気が抜けない状況となってますね。でまた本日日本時間9時半には注目指標の米小売売上高8月が控えております。予想では前回を下回る数字が出されてますけども、果たしてどうなるんでしょうかね。チャートだけ見たら先週6万ドルに到達してから現在5万8000ドルの攻防となっています。
利下げ予想の展開などを見るとですね、6万ドルで弾かれて下へ向かうといったような形が今のところ優勢になるんですかね。上は6万ドルの攻防に再度回帰できるかどうか、下は5万4000ドルで耐えられるかが焦点になると思います。で、まずは本日9時半の米国売りでどのような動きになるのか注目ですね。あとはイーサーですね。イーサーの価格は現在2280ドル、BTC 建ては 0.0394 と、ついに 0.04 を割った展開となっています。先物の方では、OI は全体でプラス 2.75%、額としては106億ドル相当、比率としては全体ではショートが 53.3%、バイナンスミはロングが 78.5% としたよりになっています。ETF も厳しい状態が続いてますし、オンチェン状況も回復の兆しが見えずですね、BTC 建ても結局 0.04 を割ってしまって、未だ復活する要因がない状態となっています。ここで追いショートする必要はないと思うんですけど、ここでロングする理由もないんで、生還税が多いんじゃないかなと思いますよね。何かイーサ単体で動きが出るまで待ちでいいのかなと思います。チャートだけ見たら、ドル建てではまだ2200のラインを保ってますが、BTC 建ては8月5日の 0.04 を割ってます。次のサポートは 0.037、0.035 あたりになると思うんですけど、現時点でのドル建てだと2000ドルあたりですね。それまでにイーサ単独でのプラス要因となるファンダが出るのか注目ですね。あとここからその他の動向になります。トランプ氏の公式プロジェクト、ワールドリバティフィナンシャルに関しての懸念がまた浮上しています。これまでもこのワールドリバティフィナンシャルの様々な懸念を取り上げてきましたけども、今回話題になっているのは、トランプ氏が大統領選に勝利した後のことですね。現在でもアメリカの方では仮想通貨の規制を緩和するために様々な法案が提出されて、それが最終的に通るのか通らないのか、全ては大統領選次第だと言われてきましたけども、トランプ氏がこのワールドリバティフィナンシャルのプロジェクトを持っていることによって、それらの仮想通貨寄りの法案を通すということは、間接的にトランプ政権を後押しすることになると。なので、トランプ就任後ですね、野党側になる民主党側の理解が得られずに、仮想通貨関連の法案が通りづらくなるんじゃないかと懸念されてるんですね。で、トランプ陣営は過去に NFT プロジェクトをたくさん出してるんで、このワールドリバティフィナンシャルだけではないんですけども、現在物議を醸しているプロジェクトなんで、標的にされてる感がありますね。で、ワールドリバティフィナンシャルは9月16日にリリースと、先日から予告されてまして、先ほど X の方でトークノミクスの発表がありましたけども、ミーム市場の方ではですね、同名のコインが大量にリリースされてます。先日からの内容を見る限りでは、あんまりプラスになる要因がない、このワールドリバティフィナンシャルですけども、事故なく運営できるのか、その後の展開に注目ですね。あとその他の動きでは、国際決済銀行 BIS が、プロジェクトアゴラを通じて、国際間の卸売決済に利用できるトークン化を検討してたり、未登録の NFT 販売で SEC から訴えられてたフライフィッシュクラブが75万ドルで SEC と和解してたり、北朝鮮のラザラスグループに関連している各ステーブル500万ドル相当が凍結されてたり、DeFi のデルタプライムが秘密機の漏洩から600万ドル相当の不正流出が発生してたり、あとは元バイナンスの CZ の釈放が9月29日に予定されていることなどが話題になってますね。デルタプライムの被害はアービトラムチェーン上だけで被害は最小限とのことで、運営も資金の回収に動いているようですけども、デルタプライム上の全体の残高は減ってまして、トークンも下落しているといった状況です。こちらも今後解決できるのか注目ですね。あとアルト関連では、音色の高騰が話題になってますね。バイナンスが新たにミーム3銘柄、ベイビードージ、ネイロ、ターボの上場を発表してまして、それぞれ高騰してはいるんですけども、その中でも比較的時価総額の低かったネイロが、今では1日で約10倍にまで跳ね上がってます。で、このネイロはですね、同時のモデルになったカボスちゃんを育ててたカボスママが5月に新たに飼った犬なんですけども、カボスママがネイロを新しい家族に迎えたと投稿してから複数のネイロトークンが誕生しまして、で、現在ではこのイーサトークンとソラナトークンが支持を集めて生き残っている状態。で、イーサとソラナのネイロ運営はどちらも自分たちがオリジナルのネイロだと主張してるんですけども、ただカボスママはネイロトークンは一切支持しないと表明してます。このあたりが同時の時とは違うところですよね。命を金のなる木として扱っているところも批判の種になっているのかなと思います。で、また最近のバイナンスのミームをどんどん上場するムーブに関しても中身よりも結局出来高なのかと、
一部から批判が出ている状態となってますね。ネイルは月光への上場は今年8月、月光上場後からでも100倍達成となっています。現在時価総額は289位ですね。非公式の状態でどこまで上がるのか注目ですね。あとその他資金調達関連では、パイプネットワーク開発のパーミッションレスラブスが1000万ドル調達、DeFi のスーパーアプリ LogX が400万ドル調達、ギガガス L2 の Rise が320万ドルの調達を発表しています。これは今後の展開にも注目ですね。今日はこのところですが何かありましたらコメントいただけるとありがたいです。よければチャンネル登録とグッドボタンよろしくお願いします。